世界一面白いアクション RPG、これを目標にゲームを作ります。今回はカウンターですね。これね、とりあえず実装はしてみたんですけど、めちゃめちゃ強いんですよね。ということで、今回はこのカウンターをね、ナーフしていきたいと思います。ナーフって怖い言葉ですよね。自分のお気に入りのキャラがナーフされたりする時のね、悲しさといったらね、もう本当に辛いものがあるんですけど、最近だとね、Apex とかでもね、タップストレイフでしたっけ、キーボードマウス特有のね、キャラコントロールテクニックが削除されたりとかで話題になりましたけれども、もちろんね、開発者側としてもできればアッパー調整だけでね、ゲームバランスを整えていけるっていうのが一番理想ではあるんですけれども、やっぱりどうしてもナーフしないといけない時っていうのがあったりするので、そういったところをね、語りながら、このカウンターアクションね、バランスいい感じにしていきたいと思います。ではまずカウンターの仕様から説明していきたいと思います。この話多分するの80万回目ぐらいなんですけど、このゲームには方向属性というものがあります。すべての攻撃に0から359のうちの1つの数値が設定されていて、それがその攻撃の持つ方向属性になるわけですね。でガードする側は同じくガード方向をね、R スティックでグリグリと操作しながら角度を合わせるっていう感じですね。これプラスマイナス45度ぐらいの誤差であればセーフっていう判定になってます。ちなみに細かいんですけど、2段攻撃とかの場合はね、1段目と2段目でね、ちゃんと違う方向属性が付与されています。で、カウンターの成功条件にもちろんこの方向属性っていうのもね、含まれてきます。プラスマイナス誤差45度以内でガードをする必要がある。そしてカウンターの場合はガードボタンをね、ダブルクリック、2度押しすることによってカウンターをしたっていう判定になりますね。2回目のガードボタンのタイミングがちょうどジャスガのタイミングですねになっていて、方向属性も完璧であればカウンターが自動で発生してくれるという仕組みになっています。もっと細かい話をすると、この2度押しね、ダブルクリックにも成功条件があって、というのも何秒以内に2回押したら2度押しになるのかっていう話ですよね。何秒というか何フレか。数値から先に説明すると12フレーム以内ですね。1回目のガードボタンを押してから5分の1秒以内に2回目のガードを押すと、この人カウンターしようとしてるんだなっていうことでカウンター入力になります。これね、12フレームと10フレームでめちゃくちゃ悩んでて、最初10フレでやってたんですよ。 0.1666 秒ぐらいかな。それだとね、今僕 PS4 のコントローラーでねデバッグしてるんですけど、10フレだとね、たまにカウンターしたつもりでもガードが2回出ちゃったりとかで、ちょっとね、もう少しだけ猶予が欲しいなっていう風に感じたんですよね。なので、ちょっとね、おっさん基準になってしまうかもしれないんですけど、12フレームね、2フレームちょっとおまけして12フレームにしたら、比較的ね、暴発したりすることもなくなったんで、ちょうどいいかなと思ってます。この辺はね、プレイヤーの皆さんの声をね、直で聞きたい部分でもあるので、体験版とかリリースした時にね、カウンターの操作感とかをね、ちょっと注意して見てもらえればなと思います。カウンター成功した時のモーションなんですけど、例のごとくね、ウェポンマスターさんが作成されているアセットからモーションをね、持ってきてます。縦でカウンターした時と、軽量武器でカウンターした時、それから両手武器でカウンターした時の3種類ですね。この時点でね、もうカウンター自体はね、実装できてると言っても過言ではないんですけど、この状態だとリスクが全くないんですよね。リターンだけ設定されてて、リスクが皆無っていうアクションになっちゃってるんで、それが良くないですよね。初期のクラピカの火の目、エンペラータイムなんかも全然リスクがなさそうな感じで描かれてましたよね。実際はゴレイヌさんもえげつねえなっていうレベルのやべえリスクがあったことが、船の中で発覚するわけなんですが、それはちょっと置いといて、赤狼でいうところのおねちゃきですね、 L1 ボタン連打、あれと似たようなことしとくと、うまいことね、ダブルクリックの瞬間でジャスが取れればカウンターになるし、1回目の方でねジャスがしちゃった場合は普通にガードは成立するんで、ほぼノーリスクでカウンターを狙えちゃうわけなんですよね。赤狼の場合だと、いわゆる危険攻撃ですね、突きとか下段とかでおねちゃきを崩しに来るわけなんですけど、このゲームだとフィジカルアーツのタックルだったりとか両手武器のため攻撃なんかがガードを崩すね効果が付与されてますので、それが危険攻撃に当たるかなと思います。ただこれだけだとまだリスクの付け方がちょっと弱いかなっていうふうに思ってて、相手が通常攻撃振ってる時はずっとおねちゃきしてればいいやんっていう話になっちゃうんですよね。赤狼はそれでもねちょうどいい難易度だったなっていうふうに思ってるんですけど、あとそもそも弾きよりもカウンターの方がリターンがでかいので、その分リスクも強めにしないといけないっていうこともありますね。このゲームはもうちょっと難しめのテイストで仕上げていきたいんで、カウンター入力ダブルクリックがあった時に失敗モーションを再生させようかなと思います。
つまりダクソのパリーのような手触りになればいいかなという感じ。勢い余ってカウンターのモーションが途中まで出ちゃうので、単純にカウンターの入力が数フレームずれていた場合はそのまま敵の攻撃を避難してしまうし、あとこのゲームには攻撃溜めてる途中にね、ステップとかガードで攻撃モーションをキャンセルできるっていう仕様もあるので、こういったフェイント行動ですねに引っかかってフェイントに対してカウンター入力をしてしまった場合はカウンターモーションが途中まで再生されるプラス、その後にねちょっと隙を晒してしまうようなね、いわゆるオットットモーション的なものを入れれればいいかなと思います。こういった隙を晒してしまうとか、あるいはバランスを崩しちゃったみたいなことを表現するときにめちゃくちゃぴったりなモーションがあるんですけど、それって何だか分かりますか？多分ね、皆さんの職場とか学校とかでね、あ、こいつ隙さらしてんな、今俺の話絶対聞いてなかったやろみたいな時にね、相手の方がこのモーションしてると思うんですよね。心当たりありませんか？はい、そうですね。地面に手をつくというモーションです。このモーションをするだけで、相手側からするとね、あ、こいつ隙だらけやんっていうのが一目瞭然なんですよね。このゲームでは他にも HP が低い時の被弾モーションですね。大ひるみモーションとして似たようなモーションを使ってたりします。あとは僕がね、昔ゲーム会社で働いてた時とかも、ライフハックとしてね、使ってたんですけど、上司が地面に手をついたのを見てから定時退社余裕でしたっていうね、このムーブがめちゃくちゃ強いんで、皆さんも極限まで妥協しない退社をする場合はね、ぜひ使ってみてください。じゃあカスケーダーの方でね、カウンターの途中までのモーションと地面に手をつくモーションっていうのを合体させて、カウンターを失敗した時のオットットモーションを作っていこうと思います。とりあえず2つのモーション並べるとこんな感じですね。縦のカウンターモーションと地面に手をつく方はね、ちょっと余分なモーションがめちゃくちゃくっついちゃってるんで、トリミングする必要があります。頭と尻尾の部分が必要ないモーションなので、この辺ですかねだけ切り取って移動しますと。あとはこのモーションをカウンターのね後半部分に差し込むといい感じのキメラモーションになってくるかなと思います。完成したのがこんな感じですね。勢い余ってカウンターが途中まで出てしまって、その後バランスを崩して地面に手をつくという感じですね。でちょっと実際にゲーム画面の方で見ていきましょう。あの後ですね、軽量武器用と両手武器用のねカウンター失敗モーションっていうのも作ってきたので、3つ見てみるとこんな感じですね。どのモーションも大体同じような感じですね。後半部分に手をつく動作を入れて隙だらけ感を出してますと。これからはね、何もないタイミングでカウンター入力をしてしまった場合は、こちらのカウンター失敗モーションがね再生されることになります。全体フレームは結構長めなので、敵の目の前でねこのモーションやっちゃうと一発ぐらいはねちょっと確定で被弾しちゃうかなと思います。手をついた後にちょっと前進するようにしてあるので、その分ね相手との距離が縮まって反撃受けやすいよっていう風な感じにしております。その代わりといっては何なんですけどね、カウンター成功させた場合は、ため攻撃とかとね同等レベルのダメージを相手に与えれるっていう風な感じにしていこうと思ってます。いわゆるハイリスクハイリターンでここだっていう瞬間でね狙っていくといいかなっていうタイプのアクションですね。今回動画で紹介したところまでが8月中にね作っていたアクションっていうところなんですけど、9月からはねオンラインへの対応ですね。主に三つさんにやってもらう部分と、あと僕の方でねレベルデザインですね、マップ、戦闘のフィールドを作るっていう感じですね。戦闘だけじゃなくてね、ちょっとストーリーにも関わってくる重要なね場所、ロケーションがあるんですけど、そこをねちょっと一旦ビジュアル化しておきたいので、そこから作っていこうかなっていう感じです。それに絡めてねストーリーの方も皆さんにね少しずつ紹介できていったらいいなと思っております。では今回はこの辺で失礼します。お疲れ様です。